仕事ってめっちゃ悩みますよね。
銃殺。その後、現場に何かテント潜入作戦拉致され、さらにわずかに残っていたクロスもまた同様に連れ去られていたので、かろうじて拉致を免れたのである。やっぱり出ました。いや、はい。身を隠した後、新庄と連絡を取っていた。お前に捕まって何一つ連絡はしていない。新庄以外のモニターのものしていない。アリが言っていることは93%真実だ。もういいですよ。ここまでしよう。アリさんは本当に知らないか。新庄の情報を取るにはこいつしかいない。さあ、終わりました。帰ってきてください。
駅の存在まで理解している人です。7人ほどいます。もちろんフローラインの存在は教えていません。新庄の教習所に現れたのもいつですか？2021年の8月号です。教習所を辞めたと言った日が2021年の10月。そんなことはありません。200時間の訓練が必要なライセンスですか？200時間ライセンスやめろって言ったのに続けてやったのか。そうなのよ、野崎さん。新庄が隠れてずっと続けちゃってたのよ。
ごいような場所です。買いに行った時に福山選手が髪が水をしたあれは子供のなんか6人もいるかわからないんですけど、でまたマックだけでよかったんですけど、でまたなんかめっちゃいっぱい出てきて、マリカンが買うのですね。なんか早いようにって感じ。何ヶ月もかかったかな。そんなかかってないです。炒めだけと緊張というか、ちょっと食べれたら入れてました。最初にでもあれはいらないって言って
お刺身とかですね、あ脂肪があんまりないあ、はいはい。ものはおつまみとしては適しています。お刺身の居酒屋とかでよく出てくるイメージありますけど、あればいいと思って。すごいのかすごくないのかわからない人だ。じゃあ行くよ。ワン、ツー、スリー、フォー。お腹空いてるから無駄な力抜けたのね。もうご飯にしよう。飯食わせ。こんばんは、のこです。今は仕事終わりのカフェタイム中です。アーモンドミルクを飲みながらインスタグラムで募集した人生に関する質問とかお悩みについて喋っていこうかなっていうふうに思います。今私が28歳なんですけど、やっぱ28歳になったら、仕事にも悩むし、結婚とか出産とかプライベートなことでも悩むことが多いなっていうふうに思うので、同世代の方の同じような悩みだったりとか、あと年上の方だったらなんかアドバイスとか、年下の方だったら逆に聞いてみたいことみたいなのがあればいいなと思ってインスタグラムで募集したので、それについて喋っていこうかなと思います。まずは仕事についていただいたコメントを読もうかなと思います。やっぱり仕事ってめっちゃ悩みますよね。私は今会社員やってますけど、日々会社員あんま向いてへんなって思いながら毎日仕事行くの嫌やなって思いながらなんとか頑張ってるので、悩みますよね、この時期。来年28歳になります。職歴がボロボロです。前を向いていますがキャリアで悩んでます。一緒です。もう超一緒です。私今28歳なんで1個上ですけど、職歴ボロボロやし、今の会社勤めて2年ぐらいですけども全然辞めたいし、1回休職してるしね。悩みますよね。なんか世の中の私より上の会社員の人たちはこういう思いを乗り越えて働き続けてらっしゃるんですかね。すごい会社で働いてるとなんかこんなに悩んでのって自分だけなんかなみたいな思うことが結構あって、なんか周りの人は結構楽しそうに働いてはんのに、なんか自分だけうだうだ悩んでみたいなあることが多いんですよね。私今の会社働いて2年ぐらいですけど、その前は東京で全く違う仕事をしてて、いわゆるベンチャーみたいなところを働いてたんですけども、そこが本当に嫌で逃げるようにこっち帰ってきたんですよ。でもその時はほんまに仕事が今よりも本当に嫌で、もう今より全然ボロボロやったんで、今振り返ってみて思うのは、今の仕事ももちろん嫌ですけど、その時よりかはかなり環境とかお給料面とかもすごい良くなったので、現状に満足できひんのやったら行動あるのみなんかなって思います。それがなんか転職かもしれないですし、例えば今の会社で部署を変えて仕事内容を全く違うものにしてもらったりだとか、いろいろ方法はあるかなっていうふうに思うんですけど、もうとりあえず自分が心地よく暮らせるように行動していくしかないのかなって最近は思ってます。お仕事はどんなお仕事ですか？事務になるのかな？オンラインショップの管理運営とかをしてます。前職は東京で全く違う仕事をしてたんですけど、もうそれが本当に嫌で、これからのことも考えて、仕事でしたいことはないけどしたくないことはいっぱいあったんで、接客とか営業とか外で働くお仕事とか体力が奪われるお仕事とかが無理やなっていうふうに思ってたんで、そうなったらやっぱもうオフィスワークしかないじゃないですか。頑張ってオフィスワーク仕事をできるようになるしかないみたいな思っていろいろ頑張って今のお仕事に就きましたね。それは頑張ってよかったなって振り返って思います。現在大学3回生で就活をしております。
やりたい仕事もなくやる気が起きないのですが、のこさんの大学時代の就活に関するエピソード聞きたいです。のこさんいつも動画楽しみにしてます。ありがとうございます。私が大学生の時代の就活は本当に何の参考にもならないと思うんですけど、私大学生の時は管理栄養士の資格を取る学科に行ってたんですね。で、管理栄養士って国家資格なので、大学4回生の最後の方に国試を受けないといけないんで、もうずっと勉強しないといけなかったんですね。大学3回の終わりぐらいとかに私はコーヒーに出会って、コーヒーで行きたいなっていうふうに思ったので、就活ほぼしてないんですよね。新卒の時は就活せずに、大学生の時に働いてたコーヒーショップで引き続き働いてました。管理栄養士の学部に行ってたりとかで、ちょっと特殊なんですよね。その時の私の考えとしては、4回は本当に忙しくって、卒論もやらなあかん、実習も行かなあかん、試の勉強もしなあかん、就活もしなあかんみたいな状況やったんですね。私は体力のない人間なんで、器用なことはできひんと思って就活を諦めたっていうところがあるんですけど、資格を持ってたら新卒カードがなくても働けるかなみたいなチャランポランな考え方をしてたので、就活はしてなかったです。そんな私でも今普通に働けてるんで大丈夫ですよ。やりたい仕事もなくやる気が起きないです。もうみんなそうやと思いますよ。やりたい仕事ある人の方が珍しいと思います。私のおすすめは、逆にやりたくないことをピックアップしてて、やりたくないことがなるべく少ない業界とか職種に当たっていくのとかおすすめです。あとは、働き始めて思いますけど、会社の規模は大きければ大きい方がいいので、稼げるかどうかってほぼ業界で決まるので、なるべく稼げて会社規模の大きいところから受けていくのがいいんじゃないかなって思います。仕事の毎日で楽しみがありません。のこさんにとって毎日の楽しみはありますか？もう本当にわかります。週5、8時間って長すぎませんか？平日ってだってもう8時間働いて、んで休憩もやし、言ったら拘束時間9時間じゃないですか。普通の人やったら通勤時間で、前後に1時間でしょ？ 11 時間でしょ？で、寝る時間が18時間として、で、お風呂とかなんだとかしてたら、平日って自分に使える時間も全然ないですよって考えたら、それは仕事が嫌やったら人生充実せえへんよな思います。毎日の楽しみはコーヒー飲んだりとか入れたりとかするのはもちろん毎日の楽しみですし、あとはやっぱ Vlog とかインスタグラムでいただくコメントとか DM を見るのも最近は楽しみの一つになってます。もらえたらこんなに嬉しいんやって初めて知りました。いつもコメントとか DM とかストーリーの反応とかくださる方、本当にいつもありがとうございます。それが楽しみで嬉しくて生きれてます。アイドルとか有名人とかがファンに対してありがとうみたいな言ってるのあるじゃないですか。あれってアイドル側が思ってるありがとうの10分の1もファンに伝わってないと思うっていうぐらい応援してくれる人って自分にとってほんまに大切な人で、ほんまに嬉しいことやから、このただのこの言葉のありがとうだけじゃ伝えきれへんぐらいの感謝があります。みんなそうなんやろなって思います。残業が少なく精神が安定できる仕事に変えたいです。新卒1年数ヶ月を辞めることは逃げでしょうか？何の逃げでもないと思いますけど、今の職場が精神的に不安定になってしまう職場やったらそう思うことは不思議なことじゃないので、別に逃げじゃないかなと思います。で、新卒1年数ヶ月続けてるんやったら十分かなって思います。私の経験上このぐらい働いてたら未経験の業界でも雇ってもらえると思うんで、なんなら合ってない職場やのにずるずる仕事続けちゃって30代になってから未経験転職とかの方が難しいんじゃないかなって個人的には思います。のこさんと同世代です。これからのライフプランを考えることはありますか？
考えたことないかも。ライフプランって考えますか？なんか今までの人生思い通りにいった記憶がないので、1年後の未来すらわからんみたいな状況でいるので、ライフプランを決めることはないかなって思う。なんか私的にサラリーマンで月曜から金曜個室にいて何時から何時まで働くっていう生活はなんか見えてるじゃないですか。なんかそれを想像したらめっちゃ嫌になっちゃうんですよね。怖くなるというか、ね、ほんまにこれずっと定年までみたいな怖って思うんですよね。もう考えへんようにしてます怖くなっちゃうんで。私も28歳で30までにしておきたいことありますか？30までにというか、なんか早めにしといた方がいいかなって思うことは運動習慣ですね。健康に生きることが一番じゃないですか。私管理栄養士の勉強とかしてた時に病院実習行ったりとか、臨床のこと習ったりとかしてる中で思ったことは、生きるっていうことは心臓が動いてるっていうことじゃなくて、自分の足で歩いて、で自分の意思を人に伝えれて、自分で物を食べれるっていうことが生きてるっていうことだと思うんですね。そういう時期って短いんですよね。今はなんかすごい元気なおじいちゃんおばあちゃんが多いから、なんか大丈夫かなって思っちゃうところもあるんですけど、今のおじいちゃんおばあちゃんって若い時からの積み重ねというか、あの世代の方たちはこうね、若い時に今よりもはるかに体を動かして健康的なものを食べてらっしゃった世代なので、今のこの私たちが彼らと同じような将来になれるとはなんか私個人的には思ってないので、今のうちに散歩行ったりとか、運動筋トレしたりとか、ジムとかじゃなくて外に出て自然に触れて体を動かすっていうことが私は健康な運動習慣と思うんで、そういうことを今よりももっとする習慣をつけたいなって思います。ずっと京都で暮らしたいですか？この先のキャリアプランをどう考えてますか？旅行でどっか行ってここめっちゃいいなって思ったりしたら違うとこに住むのもありかなとは思いますけど、今のとこ、何事もなかったら暮らしていこうかなって思ってます。旅行先のキャリアプランはマジで考えてないです。22歳です。20代前半のうちにやっておいた方がいいことや、これしとけばよかったとかありますか？早めにいろんな経験をしておくことは人生にとってプラスになるなって思うので、なんかどこで何の経験が生きてくるかって正直全然わからないので、したいって思うことは早めにするのがいいのかなって思います。私が大学生の時に就活せずに好きなコーヒーをやっていくっていう風に決めたのも、好きなことをやるんやったら絶対若い時の方がいいやろって思ったのも一つの理由なんで、時間をとらわれすぎずにしたいことをするのがいいのかなと思います。仕事については以上になります。インスタで質問募集した時に、どんなおしゃべりの動画が見たいですかっていう風に質問したら、なんか恋愛とか結婚について聞きたいですっていうコメントが多かったので、それについてお話ししていこうかなと思います。のこさんは今までどんな恋愛をしてきましたか？これ言ったら惹かれそうでなんか若干怖いんですけど、なんか今までこう恋愛したいな思ったことが正直なくて、なんか仲いいカップルとか見て幸せそうやなって思うことはあるんですけど、自分がこう恋愛したいみたいな気持ちにつながったことがなくて、正直自分から人を好きになったことがないんですよね。こう言ったら今まで付き合った人にすごい申し訳ないんですけど、なんでもう今までは告白されてそこまで嫌な人じゃないなって思ったら付き合いするっていう感じの恋愛をしてました。惹かれるかな？そんな恋愛しかしてないので、もちろん続くわけないじゃないですかだってこっちがいいかなぐらいで付き合ってるから。私連絡返せないんですよね。良くないですよね。予定合わせてる時の連絡とかはもちろんしますけど、たわいもない連絡ちょっと後でちゃんと返そうみたいな思ったらどんどんずるずるいって一日放置とかしちゃうんですよね。良くないですよね。
なんで最後の彼氏とか大学生の時やから6年ぐらい彼氏いないですね。社会人になったらみんなどこで出会うんですか？職場は無理じゃないですか。私職場恋愛する人ほんまにすごいなって思ってるんですけど、職場恋愛無理やし、友達の紹介とかも断っちゃう人で、これもうダメですよね。なんかすごいハードル高く感じちゃうんですよね。あってなんかあんまりやなって思われたら嫌やなと思って最初から会わへんみたいな。みんなマッチングアプリってやってるんですかね？やってますよね。大学生の時もなんかみんなやってたし。マッチングアプリも一回もやったことがないんですよね。28歳にして興味はあるんですけど、あんまりにもハードルが高すぎて今の今までできてないですね。周りが結婚して焦ります。彼氏すらできないしね。わかります。最近の若者は結婚しとか子供産まへんと言いますけど、みんななんだかんだ言って結婚しますよね。でも私は焦りはしひんかも。結婚したいって思ったこともないから、この人は結婚するんやなみたいな。結婚やったらいいかもしれないですけど、なんかそれこそ子供できたらいろいろこう諦めないといけないことも増えてくじゃないですか。私はやりたいことが多い人間なので、今結婚して子供産んだらこれはちょっと自分の体力的にはできひんなと思ったら、結婚って自分がやりたいことをなんか全部やった後とか、あとは全てを諦めた後に選択肢として見えてくるみたいな感じなので、一生結婚しひん気がしますね。同世代です。まだ結婚はしたくないけど結婚見据えて恋愛始めた方がいいのかなと。結婚はいつでもできるけど、子供とか出産は期限というかあるじゃないですか。今の私は結婚も子供も、そんなに願望はないんですけど、将来の自分はわからないじゃないですか。もしかしたら1年後いろいろ状況が変わって子供欲しいって自分は思うかもしれないですし、なんかそういう時のために今から行動しといた方がいいのかなって若干思う時はありますね。なのでめっちゃ同じ悩みを抱えてますね。でも恋愛始めた方がいいのかなってことは、今やとやっぱもうマッチングアプリになりますよね。マチコン行くとか絶対無理。マッチングアプリも絶対私やらへんしな。みんなどうやって出会ってるんですか？人と関わるのがそもそも苦手やから、人と関わらへんのが根本な原因やと思うんですけど、どうしたらいいんや。25歳です。一人が楽なので一生一人でいいと思ったり、それだと孤独死だなと思ったり、親は多分孫の顔が見た。そう。親大好きだから親孝行したいけど、子供はあまり好きでない。わかります。私ももう全く同じですね。私の個人的な感情としては子供は別にはないんですけど、でもあくまで今の私の意見がそうなので、なんかね、これが年取って独り身で50歳60歳とかになったら後悔するのかなって思ったりとかで、私もお母さん大好きやし、私のお母さんは、私がずっと昔から子供は産まないよって言ってるので、もう諦めてるのか、私が幸せに生きてくれたらそれでいいよって言ってくれてるんですけど、やっぱり欲しいって思うのがね、親だと思うので、自分一人の問題ではないんだなって思いますよね。私大学生の時、主婦のパートさんにそう言われたんですよ。大学生の時も今と同じ感じだったんですけど、パートさんに私もそう思ってたけど、年取ってくるとこう自分一人だけの問題じゃなくなってくるんだよっていうのを言ってはって、その時はって思ってましたけど、今この年になってみたらほんまにそうやなって思いますね。で、私前までは私も子供を育てる勇気はないし、で生まれてくる子供もなんかこう幸せでこう生きてもらえる確証はないというか、その覚悟がないなっていう風に思ってたんですけど、それに関しては最近結構考え方変わってきて、親がその子が幸せかどうかって考えるのはすごい傲慢やなって
思って、なんかもちろんその子のためとしてできることを全てやってあげるっていうのは当たり前やと思うんですけど、その結果その子が幸せかどうか思うのはその子の感情なので、親が決めつけたりすることではないじゃないですか。そうやってこう考えることも傲慢やなって思うので、そう生まれてくる子供が、幸せかどうかみたいなのは考えることはなくなりましたね。シンプルに子供を産むのって怖いですよね。みんな言うじゃないですか、なんか出産が人生一の痛みやって。で最近は無痛分娩とかありますけど、無痛分娩とはいえ無痛じゃないって言うじゃないですか。耐えられる気がしない。で私体力ないんで育児しながら働くとか絶対無理な気がする。で孤独死に関しては結婚してようが子供がいようがみんな孤独死なんで家族がいたとしても最後死に目に家族みんながいてくれるかというとそうとは限らないですし、独身だからって死に際に誰もいないわけではないと思うので、孤独死はもう考えても仕方ないのかなって思います。大好きな親のことを考えるとグッとくるものになりますよね。結婚に対する考え方、何をきっかけに結婚に踏み切るべきか、目的はそれとも感情的。結婚に目的とかはないんじゃないですかね。何をきっかけに結婚に踏み切るべきか、それを考えちゃう相手は婚者としてもうまくいかへんのじゃないかな。私結婚はもう完璧に感情的だと思いますね。結構運命とか信じるタイプなんで怖っ私人生でもうほんまに好きになったアイドルが東方神起なんですけど、なんで東方神起好きなんとかって言われても分かんないですもんね。なんでコーヒー好きなんって言われて理由とかはないじゃないですか。好きなものに結婚までしたいって思うような相手に対する感情もなんかそれと似たようなものなのかな。この人だけ特別に見えたとか言うじゃないですか。そういうことなんやなって私は思います。結婚とか恋愛に関しては 100% 感情的やと思いますね。次、年上の方からいただいたメッセージで、自分の直感を信じてください。違和感がある人や場所からは離れる。自分を守る上で大切です。刺さるな。めっちゃ刺さるこれね、そうですよね。直感って絶対信じた方がいいですよね。自分が惹かれるものって、これもなんかスピリチュアルな話になりますけど、惹かれるものって絶対自分に合ってるものし、自分の人生に必要なものやと思うんですよね。でそれと一緒で、違和感がある人とか場所で自分の人生に合っちゃダメなものだからそうやって感じるんですよね。めっちゃ染み渡りますこれ。私結構スピリチュアルは特になんもないですけど、気っていうのはすごいなんか最近わかるなって思って、そういう変な人になりたくないんであれなんですけど、旅行とかいろんな場所行っててもなんかこの場所やけに心地いいなって思う場所とかあるんですよね。そういうなんか自分の直感というか動物的に感じるような感覚はなんか大事にするようにしてますね。20代にはやり残したことがないようにいろんなことに挑戦するのもいい経験。そうですよね。なんか私が私より年下の方にいろんなやりたいことをやった方がいいよとか、いろんな経験してた方がいいよっていうのと同じように、私より年上の方は私に対しても思うんですよね。だからいつの時代もやっぱりやりたいことはやった方がいいですよね。今年42歳です。今のうちにたくさんしたいことをして行きたいところへ行ってください。やっぱそうですよね。我慢しない。やる。考えない。まずやる。大事ですよね。これだけは絶対に叶えたいっていう夢はありますか？これあるんですよね。私やりたいこといっぱいある人間なんで、やりたいことあって、そうなんですよね。今それをいろいろ考えてる段階でまだ行動は何もできてないんですけど、夢というか、なんかこの人生でやりたいなって思うことはあるので、今はまだ言えないですけど、いつかご報告できる時が来たら嬉しいな。頑張ります。今回本当にたくさんご質問いただいてありがとうございました。
もう今話させていただいたもの以外にも本当にいっぱいもらえて、もう本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当にインスタグラムでこうしてたまに質問募集したりとかしてるので、ぜひフォローしてもらえると嬉しいです。こういう動画ってどうですかね。個人的には楽しいので続けていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、よかったらコメントで教えてください。では今日の動画も最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。